皆様こんにちは。今回は Swift スポーツが納車されたらやっておいた方がいいことを新車で納車されて3年経った僕がご紹介します。How's it going, guys? This time I'm gonna talk about what you should do when you bought Swift Sports before it's too late. So please read subtitles. この前 Swift スポーツの大規模オフ会に参加していろいろな人と話をして僕を含めてほぼ全員が言っていたのがミ塗装樹脂の劣化です。納車されて2年経たないうちにだんだんと白くなってきます。僕の車はもうすぐ納車3年ですが、これを見てもらったらわかるんですが、もう手遅れですね。白くなりすぎてめちゃくちゃ汚いです。ちなみに洗車しても色は戻らないので、納車された段階でキーパーのミ塗装樹脂コーティングをするか、市販のワコーズのスーパーハードなどを塗ってコーティングすることをおすすめします。特に僕みたいに青空駐車をしてると劣化のスピードも速いので、納車されたらすぐにでもミ塗装樹脂は何かしらコーティングなりで保護をおすすめします。一応アフターパーツでミ塗装樹脂の上に貼り付ける外装パーツとかも売ってるので、それをつけてる人もいますし、中にはミ塗装樹脂を外して塗装した方もいるみたいですね。早い段階で白く劣化する前に保護しましょう。やらないと間違いなく後悔します。Swift スポーツの純正シフトノブって取り外すのがめっちゃ硬くて結構力がいります。僕の場合納車されて早い段階でシフトノブを交換しましたが、それでもめっちゃ硬くて結構全力で外しました。硬すぎて壊れるんちゃうかなと思うぐらい硬かったですね。納車されて時間が経てばその分中の接着剤が固まって外しにくくなることが多いと思うので、シフトノブ交換を考えている方はぜひ早めに外していくのをおすすめします。ベルトレンチというゴムベルトを使った外し方だと純正シフトノブに傷をつけずに外すことができます。この外し方だと傷もなく綺麗に外せるので、車外ノブに飽きたら純正シフトノブに戻して再利用もできるので、納車されたらとりあえず純正シフトノブを一旦外して固まるのを防ぐ方がいいかなと思います。いざ外してみるとめっちゃ硬いので焦るかもしれませんが、思いっきり半時計回りに回せば外れるので頑張ってください。新車で車を買ったらリアガラスのところに低燃費シールとかいらないシールが貼ってありますよね。そのまま貼っててもいいと思うんですが、貼り付けてある状態でそのまま車に乗っていると時間が経つにつれてそのステッカーがボロボロになって汚いので剥がしてみたらステッカーの糊の跡が剥がれなくて、綺麗に剥がすのにコンパウンドを使ったりめちゃくちゃめんどくさいです。僕が前に乗っていたマツダのアクセラにもシールが貼ってあって納車されて3年ぐらい放置してボロボロになったのでシールを剥がしたんですが、やはりシール跡が残ってガラスにシール貼ってあったことが丸分かりだったので、それをきれいにするのがだいぶ大変だった思い出があります。リアガラスのシールが不要な方は納車されたらすぐに剥がしましょう。オートバックスとかで売ってる車のステッカー剥がしを買えばきれいに外せます。フロントのスズキエンブレムやリアのエンブレム、Swift スポーツというロゴ、こちらも接着剤で貼り付けてあるので時間が経てば経つほど剥がしにくくなります。さらに隙間からゴミが入りそこだけ色がくすみます。僕はフロントにある銀のスズキエンブレムを納車されて1年ぐらいの時にマットブラックに交換しました。その時に銀のエンブレムを剥がしたんですが、接着剤がめっちゃ残っていてその接着剤をきれいに剥がすのに1時間ぐらいかかったので、もしエンブレム交換したり剥がしたいなと思っている方いれば納車されて早いタイミングで剥がすことをお勧めします。最後になりますがボディのコーティングですね。スズキのディーラーで紹介されるディーラーのガラスコーティングは確か5万円ぐらいして結構高かったので、僕は当時コーティングとか何もなしでノーオプションで納車でした。それでも市販のガラスコーティング、僕が使っているのはシェアラスターのゼロプレミアムというやつなんですが、それするだけでもだいぶ塗装面の保護になりますね。僕みたいに外に駐車していると紫外線や風で劣化したり鳥の糞とか落とされてたまにめっちゃ車が汚くなります。何が立ち悪いかっていうと、鳥糞って酸性なので放置していると塗装を溶かして変色やシミの原因になります。そこに1枚ガラスコーティングで薄い層があればある程度守ってくれるので、綺麗に車に乗りたい人は必須だと思います。
5万円も出さなくてもキーパーなら2万円ぐらいから施工可能ですし、僕がやっているシェアラスターのガラスコーティングだと Amazon で買えば3000円ぐらいで買えて、明らかに車がツヤツヤになって撥水効果も追加されることで汚れもつきにくくなるので、せっかく200万もする車買うなら何かしらのコーティングすることをおすすめします。最近実は車が当てられてバンパー丸ごと交換になったんですが、納車された時から定期的にコーティングしてたおかげで、交換したところと古いところの色の差がわからないぐらい納車時の色を保てていますので、最低でも簡易ガラスコーティングはおすすめです。これまでの内容をまとめると、ミ塗装樹脂の保護、早めの純正シフトノブ外し、早めのステッカーエンブレム剥がし、ガラスコーティング、これらをやっておけば納車されて時間が経っても僕みたいに後悔することはないですね。特に何回も言うんですけど、ミ塗装樹脂は絶対に何かしらコーティングおすすめです。ガラスコーティングでボディはめっちゃ綺麗なのに、ミ塗装樹脂が汚くてそこだけめっちゃ目立つので、せっかく高いお金出して車買うのでコーティングはおすすめします。以上、納車されたらすぐにでもやっておいた方がいいことでした。僕のチャンネルでは Swift スポーツに関する情報を発信していますので、この動画が役に立ったよと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で。ありがとうございました。